皆さん、こんにちは。ご覧いただき、ありがとうございます。今回の動画は、大阪から名古屋へ行くのですが、JR 大和路線、関西本線の快速普通電車を乗り継いで、すべて在来線で名古屋まで行きたいと思います。今回は特別に同じ時刻に大阪難波駅を出発して、こちらも名古屋まで急行を乗り継いでいく近鉄の急行と対決したいと思います。 JR 関西本線乗り継ぎたい近鉄急行乗り継ぎ、先に名古屋に着くのはどちらか、直接対決の始まりです。 JR 難波駅、近鉄難波駅、それぞれ10時ちょうどに出発します。 JR は10時ちょうど発王子駅普通電車です。 JR 難波から最初に乗車するのは201系電車でした。数多く存在したこの電車ももはや乗ることができるのはこの大和路線だけとなってしまいました。そんな貴重な201系電車に乗車して出発時刻を待ちます。名古屋まで 174.9 キロの旅の始まりです。一方、こちらは近鉄大阪難波駅です。10時2分発奈良駅急行で鶴橋まで行きます。同じく近鉄急行乗り継ぎ名古屋までの出発です。JR 難波駅を出てしばらく地下線を走ります。今宮駅手前で地上に出ます。新今宮です。大阪環状線と南海線、関西線、地下鉄線はお乗り換えです。串カツと新世界で有名な新今宮駅に到着します。新今宮の次は天王寺です。天王寺駅を出発しました。大阪環状線、阪和線と分岐します。普通電車王子駅です。終点の王子まで各駅に停まります。ちょうどその頃、近鉄では鶴橋駅で大阪線青山町行き急行に乗り換えをしていました。大和路線王子駅も快調に先に進みます。今、久宝寺です。大阪東線はお乗り換えです。大和路快速加茂行きは向かい側2番乗り場から10時21分の発車です。久宝寺駅に到着しました。この駅で後から来た大和路快速に乗り換えます。ここから先大和路快速で加茂駅まで向かいます。今回の動画は JR 関西本線支店の動画をお送りします。次回は同じ動画の近鉄支店の動画をお送りします。チャンネル登録してご覧いただけたら嬉しいです。王子から乗り換えた221系はもともと新快速としてデビューした車両なのでとても快適な乗り心地でした。柏原駅を過ぎた後、左に近鉄大阪線が見えてきます。近鉄と関西本線、果たしてどちらが先にこのポイントを通過したのでしょう。実は近鉄の方が遅く JR の電車が通過した後
川本線との乗り換え駅です。です。奈良を出ますと、次は奈良山に停まります。Thank you for riding. 奈良駅に到着しました。万葉まほろば線、JR 奈良線との接続駅です。JR 奈良駅は近鉄奈良駅とは離れており、主な観光地や市内中心部は近鉄の方が近くなります。奈良駅からはたくさんの乗務員さんが乗ってこられ、運転室付近は人だかりができていました。ちょうどその頃、近鉄では大阪線と橿原線のジャンクション、大和八木駅に到着していました。近鉄ではこの駅を出てしばらくすると山間部へと入っていきます。軽快なレールジョイント音を響かせて木津駅に到着しました。この駅で学研都市線と奈良線が分岐します。すでに大きく左に曲がって分かれているのが学研都市線、直進していくのが奈良線です。そしてここから先、線路は単線となります。鴨駅に到着しました。この駅まで乗ってきた大和路快速は折り返して再び大阪方面へと戻っていきます。この駅は大和路線の終点駅ですが、日中はとてものどかで静かな駅でした。ここから先は日中1時間に1本のローカル線です。11時40分発の亀山駅に乗車します。1両のとても可愛らしいディーゼルカーがやってきました。こちらが次に乗る亀山駅です。1両単線のローカル線には似合わない忙しさで、到着するとすぐ慌ただしく折り返して亀山に向け出発しました。この列車は途端に今上の次方面それぞれに乗車です。出発してしばらくするとすぐ木津川と並行して走ります。木津川に沿って走るこの区間が関西本線の中でも最もと言ってよいくらい綺麗な車窓だと私は思います。列車は月ヶ瀬口駅に到着します。この駅を含めて関西本線の非電化区間の駅は昔は長大編成の列車や貨物列車が運転されていたため、とても長い駅構内の駅が多いです。1両か2両の短いディーゼルカーにはもったいないくらいに長い行き違いの線路です。小さく短いディーゼルカー同士の行き違いです。山あいののどかな区間をとてもゆっくりと急ぐことなく進んで行きます。その頃近鉄では青山町駅で超絶スター列車島風に追い越されていました。伊賀上野に到着します。忍者列車で有名な伊賀鉄道の乗り換え駅です。ちょうど忍者列車が止まっていました。忍者列車は松本零士さんがデザインしたラッピング電車です。正面と側面に巨大な目のラッピングがされた忍者電車でした。伊賀上野駅を出発しました。距離的に言うとこの辺りが
だいたい中間の地点になると思います。乗車券、整理券、IC カード乗車券は草津線の線路が合流してきました。次駅に到着します。草津線草津駅から来た221系電車です。この列車と連絡を図っています。次駅から兜駅間の通称兜越えを越えて斜面を駆け下りています。乗車券、ちょっと高めのマットです。駅でお渡しください。山間部を抜けて急に市街地に出てきました。立ったまんまでこうやって結婚してない名古屋、って言ったらさ、もう一人に転がっとったらガバッとそうって本当とかって言ってどうしてとかいやどうしてって言われても私全然この列車の終点亀山駅に到着しました。亀山駅は JR 東海と JR 西日本との境界駅で関西本線と紀勢本線との接続駅です。亀山駅から乗車する快速名古屋駅が来ました。この電車でゴールの名古屋へ向かいます。亀山駅を出発しました。もちろんこの時点でスマホで調べれば名古屋駅の到着時刻も勝敗の行方もわかるのですが、そこは大人の事情で最後までワクワクする方向でよろしくお願いします。紀勢本線が右へ分岐していきます。紀勢本線は亀山駅から松阪、熊野市、新宮を経て和歌山まで向かうとても長い路線です。亀山駅を出た頃、近鉄では塩浜駅を出発していました。塩浜駅は名古屋線で四日市駅の3つ手前の駅です。亀山駅から四日市駅まではかなりあるため、近鉄はその分リードしています。次は四日市です。ようやく伊勢鉄道との分岐駅河原田駅に到着しました。四日市まではもうすぐです。ここで伊勢鉄道と合流します。四日市駅の一つ手前の南四日市駅で伊勢鉄道のディーゼルカーとすれ違いました。この区間は単線区間が多く行き違いのため時間待ちをすることが多かったです。近鉄にかなり遅れを取りましたが、四日市駅に到着しました。四日市駅にはたくさんの石油を運ぶタンク車が止まっていました。近鉄では桑名駅を出て蟹江駅に到着していました。次の停車駅は終点名古屋です。
ようやく桑名駅に到着しました。近鉄線、養老鉄道、三義鉄道との乗り換え駅です。桑名駅を出発しました。次は終点、名古屋です。とりあえずは近鉄との差をできるだけ縮めるよう頑張ってほしいです。桑名駅を出て少し走ると近鉄線と並走しながら揖斐川、長良川、木曽川の三鉄橋を渡ります。今渡っているのが揖斐川、長良川の2連続です。そして木曽川鉄橋では近鉄名阪特急のスター木の鳥が何かを告げるようにすれ違っていきました。14時9分、名古屋駅に到着しました。勝敗が決定しましたが、ゴールまで頑張りましょう。通過駅のはずの令和駅で対向の快速電車の行き違い待ちで停車していました。その先の春田駅でも停車し、今度は対向の普通電車を待っていました。関西本線亀山名古屋間には多くの単線区間があり、行き違いのための停車が多くありました。この時間のロスはとても多かったと思います。もうすぐ名古屋駅に到着します。結果的には名古屋駅に近鉄急行よりも30分遅れて到着することとなりましたが、比較的乗り換え時間がスムーズだった近鉄線に比べ、鴨駅で35分、亀山駅で20分の乗り換え待ち時間がかかっていました。この時間以外のダイヤだと逆転できる時間も十分あると思いました。今回の動画は JR 関西本線支店での動画でしたが、後日近鉄支店での動画を投稿予定です。チャンネル登録してご覧いただけたら嬉しいです。ようやく名古屋駅に到着しました。名古屋駅到着前のセントラルタワーのビルが立ち並んだ名古屋駅に到着していく雰囲気がとても好きです。今回の動画はあくまで動画撮影列車のダイヤによる検証です。必ず近鉄が先に着くというものではありません。ご了承願います。たくさんの電車を乗り継いだのでとても疲れました。ですが変化に富んだ車窓を見るのはとても楽しかったです。今回の動画は以上です。ご覧いただきありがとうございました。今後も鉄道、旅行、ホテルの動画を投稿していきますので、高評価、チャンネル登録ぜひお願いします。コメントもいただけると嬉しいです。それでは皆さん、次の動画でお会いしましょう。